さてどうも、あれですね、今年もボジョレ・ヌーボーの時期がやってきますね。知ってる方もたくさんいると思うんですけど、一応念のため補足しておくと、ボジョレ・ヌーボーっていうのはブルゴーニュ地方のボジョレ地区のことですね。で、ヌーボーっていうのは新しいっていう意味があって、ボジョレ・ヌーボーって言います。つまりワインの新種ですね。お察しの通り、ボジョレ・ヌーボーの魅力はその年に収穫した旬のブドウで作られるワインをいち早く楽しめるというところ。2024年はジューシーでフレッシュな味わいになりそうだという情報がうちの諜報員から入ってきたんで、そんな今年のボジョレ・ヌーボーに最高に合いそうな料理をちょっと作っていこうと思います。ちなみに作る料理は豚肉の角煮です。赤ワインで作っていくんで、豚肉の赤ワイン角煮っていうところですかね。そしてリンゴも使っていきます。この時期が旬のフレッシュ感満載なリンゴ、これが2024年のフレッシュでジューシーなボジョレ・ヌーボーにも間違いなく合うと思います。いわゆる醤油感満載の安心感ある角煮っていうよりは、フレンチの要素が詰まった角煮にしていく予定です。豚バラ肉は塊で用意してください。スーパーに結構売ってるところ多いと思うんで、そこまで入手が難しいものでもないと思います。脂身が非常に多いです。しっかりと切れ込みを入れて油が逃げやすいようにしておきます。塩をグラムで知りたいっていう方は、お肉の重さに対してだいたい 0.9% から 1% ぐらいで用意してください。そしたら3カットから4カットぐらいですかね。今回はちょっと大きめにしたかったんで3カットにしましたが、そうでなければ4カットぐらいが一番作業しやすいし、火も入りやすいと思います。リンゴも一緒に煮込んでいくんで、皮付きで、種はそうですね、気になるところは外してください。でもこの芯の部分っていうのはね、食べるわけじゃなくて煮込んで液体に香りを移したいんで、これも混ぜていきます。お次はニンニクです。ニンニクも煮込んでいくんですが、リンゴ同様にこれも直接食べるわけじゃなくて液体に香りを移すためなんで、皮ごと使っていきます。生姜も端っこの乾燥しているところを外して、あとはそのままカットして使っていきます。その方がね、香りをしっかりと楽しめると思うんで。お次は角煮を煮込んでいく、調味料、合わせ調味料なんですけど、醤油と、あとはコクのある甘さとしっかりとした旨味を感じれる蜂蜜ですね。そして赤ワインです。赤ワインが一番使う量としては多いですね。なんて言ったってね、赤ワイン角煮っていうぐらいなんで、赤ワインがあまり使われてない、おまけ感全開な量になっちゃうと、またね歌い文句と変わってきちゃうんで、そういう部分も含めて赤ワインはしっかり使っていきます。それで、煮込む用の鍋用意してお水入れてですね、さっきカットしておいた香味野菜とリンゴ、あと青ネギの青いところもちぎって使います。それとスパイスですね。さあ、そしたらフライパン用意して豚肉です。豚バラ肉、油側からしっかりと焼き色をつけていきます。今回のレシピでは特にこの油をしっかりと逃がす作業っていうのは重要だと思いますね。で、一旦焼き色確認と全面焼くためにひっくり返します。このね、焼き色重要だと思うんですよ。この焼き色がやっぱ煮込んだ時の香りと、煮込んだ液体の色に影響してくると思うんで、しっかりと焼き色つけます。時間をかけて、でなるべく中火と、強火の間ぐらいで、こう見てるとね、もう油がこれだけ出てきますからね、すごい量ですよね。やっぱ焼かないでそのまま煮込んでいく豚バラ肉の角煮としっかりと焼いたバージョンでは仕上がりはね違ってくると思うんですよね。それで焼いたこのフライパンですね、油は捨てて赤ワイン、あとは醤油、蜂蜜を加えて
それでこれをかなりしっかりと煮込んでいきます。そうすることで赤ワインの色もより深みを増して、煮込みの仕上がりの色がね、非常に美味しそうなカラーになるんですよ。ちょっとアク出てくるんで、余裕があったらアク取っちゃいます。さっき紙でこう拭ってたみたいに。で見てください、これぐらいですね。かなりこうトロッとしたぐらい、焦がしちゃダメなんですけど、もうほんと最初の液体が5分の1ぐらいになるまでですね、煮詰めちゃってください。そういえば、冒頭で話したボジョレーヌーボーなんですけど、解禁日があってですね、これ毎年11月の第3木曜日っていう風に決まってるんですよね。今年で言うと11月の21日になります。やっぱり楽しみですよね。ワインはそんなに詳しくないし、年がら年中飲むわけではないけど、ボジョレーヌーボーは毎年飲むっていう人も私の周りにいてですね、ワインの楽しみ方は全く間違ってないと思うんですよ。やっぱり日本ってもともと新米だったり初ガツオなど旬の食材を楽しんだり重宝する習慣ありますからね。そう考えたらやっぱりこう近くないですか。ボジョレーヌーボーも取れたてのブドウの旬を楽しむ、もう本当に取ってすぐね作ってそれをすぐ飲んでもらうわけですから。本来のワインだと結構ね寝かせたりとかして、年数がね経ったものが味に深みが出たり価値が上がったりしますけど、それとはやっぱりね違いますからね。今年もまたブドウが実って生産者の努力によってどんな美味しいワインが生み出されていくかってね考えただけでもうワクワクが止まらなくて、今にも小躍り始まっちゃいそうですよ。はい。あとですね、11月の22日から24日までの3日間なんですけど、ボジョレーヌーボーに合わせた料理を、私監修しまして実際に食べることできるんで、詳しい内容はまた動画の最後の方にお伝えできたらと思います。さあそんな話もしてたらさつまいもの付け合わせもできて角煮にも火が入ったんで、この角煮は本来であればね一旦引き上げてこのような感じで液体をこして一晩ぐらい寝かしておくと味がより染み込むと思います。ただ今回はもうこのまま仕上げていきたいんで、フライパンに戻して液体しっかりと煮詰めていきます。薄味が好きな方はこのままでもいいんですけど、今回はワインに合わせて旨味もしっかり楽しむためにこのような感じでかなりしっかりと煮詰めていった方がおすすめです。もうほんと赤ワインさながらっすね。これぐらい照りがすごいでしょ。これぐらいもうほんとソースのような感じになって肉に絡ませたら盛り付けドレッセンに行きます。この絡み具合、この濃度もう完璧っすよ。ドンピシャリですね。ドンピシャリ。いただきます。おは柔らか、ザ柔らかいって感じですね。この断面うまい。いやこれ食べてちょっとね連想しちゃいましたよ。ボジョレ・ヌーボー11月21日0時の解禁が待ち遠しいっすね。もう口の中で出来上がっちゃってましたからね。この角煮とボジョレ・ヌーボーが合わさる瞬間が、この旬のリンゴを使ったフレッシュさ、パンチがしっかりあるんですけどでも爽やか。これはね恐ろしいぐらい合うんじゃないかな。もう恐ろしいよ俺は。もうねさつまいもも旬ですからね。結構ね旬をテーマには作ったつもりなんですよ。煮込んでこうリンゴの香りっていうのは角煮の方にしっかりとあって、でその角煮と一緒に味わうのも旬のさつまいも。このね深い甘みと香りっすよね。これうまいんだわ。というわけで、動画の途中でお話しした11月22日から24日までの3日間のボジョレ・ヌーボーのイベントに関してですが、南青山の会場で開催されて、今回の角煮ももちろん食べられますし、その他にもロゼワイン、オレンジワインに合わせて私が監修した料理計3品を解禁したてのボジョレ・ヌーボーと一緒に楽しむことができます。もちろん私もまだ飲めてないので、ちゃんと今年のボジョレ・ヌーボーにマリアージュしてるかどうか
その答え合わせをしにぜひ会場にお越しいただければと思います。詳しい情報は概要欄にリンク貼っておくんで、興味ある方覗いていただけたら幸いです。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。